皆さんこんにちは、サラとシャヤです。今回は最新オーストラリアのファーム事情について大公開したいと思います。いいよ。私たちはオーストラリアに到着したその日からストロベリーファームのお家まで、シェアハウスまで行って、でも3日後からストロベリーファームで働き始めたわけなんですけれども、そのストロベリーファームそもそも聞いてもなかったし調べてもなかった聞いてた話と違うと別になんともならんかったけど、皆さんが多分ファームで働くセカンドビザ取るためにファームで働こうと思っていろいろ調べてるなら、もうその情報はすでに遅すぎる。私たちも働きながらって思ったことがいろいろあったから、ブログとかいろいろ読んで見てみたら、どのブログとかも2ヶ月前3ヶ月前の情報最新だと思うじゃないですか。でも7月からですね、なんと事情が大きく変わっているんですよ。で、今までは時給制、歩合制っていうのは今までも分かれてたんですけど、歩合制のファームにも最低時給を下回る労働者には最低賃金を支払わなければいけないっていうミニマム制度っていうのが政府によって始まったんですね。で、普通の労働者の最低賃金は21ドルぐらい。でもワーカー、ファーマーファームのワーカそう。ファームで働いてる人たちも超しんどい。ハードワークやから26ドルの最低賃金を、最低時給を上回れない労働者に支払いなさいっていうのがミニマム制度って言うんですよ。で、この制度、私たちからしたら超ハッピーじゃないですか。で、私の考え的には体が弱い人とかセカンドビザが欲しいけどファームで働くのがとても無理かもしれない生活費を稼げないんだっていう人々のために最低時給を保障するっていうすごい優しくて差別のない平和な制度だと私は考えたんですけれども、今まで働いていた先輩方、ボスとか、スーパーバイザーっていう監視員、給料が私たちとはまた違うんですね、制度が。歩合とかでもなくて、一応取れば取るだけっていうのは私たちやけど、ボスとかスーパーバイザーは時給プラス私たちの働いた給料から何パーかもらったりするみたいな感じで給料をもらってるんですけど、このミニマム制度のせいでそのボスとかスーパーバイザーの人たちの給料が少なくなってしまう現象が起きてるわけなんですよ。これに関してはいろいろ難しかったりもするし、知る必要がなかったりもするし、私たちにとって、興味がある人は調べてみたりしたらわかるかもしれないんですけど、私たちが実際やったことがないから、詳しくちゃんと正確に説明できるかわかんないんで、その給料が少なくなった原因はポイッとしといて、でその給料が少なくなったボスとスーパーバイザーのっていうこの現象を解決するためには、労働者、私たちイチゴを買ってる人たちが最低時給を全員が超えればウィンウィンなんですよ。私たちも最低賃金以上、26ドル以上、時給27ドル、時給28ドルとかって歩合になって稼いでいけることもできるし、ボスとスーパーバイザーも自分たちの給料が少なくなることもなく、私たちが多く稼げば稼ぐほどボスとスーパーバイザーも多く稼げるというウィンウィン状況になるんですね。私たちが最低賃金で生きていけば生きていくほどボスとスーパーバイザーの給料が少ないまま、だからウィンルーズみたいな感じになるのがすごい嫌なんですよ、ボスとスーパーバイザーは。だからボスとかスーパーバイザーはDon't whisper double check だけじゃなくてHurry hurry hurry みたいな You can't break みたいなうおーって怒り出すわけなんです実際に調べると、ストロベリーファームは悪徳だとか、韓国人オーナーのところはやめた方がいいとかって書いてて、でも実際今はそうでもないんですよ。環境がそんなブログで読んだほど悪くもないし、ちゃんと給料はもらえてないんだけど、その生活していけへん程度でも全然ないし、結構もらってるじゃもらってたけど、結構もらってるっちゃもらってる。そうだから26ドルで、1日12時間働いても7時間分しかもらえなかったりもしたけど、26×7 はそんな感じよ。そう、1日
26×7 はみたいな感じで、そんな感じほにゃみたいな感じでもらえたりしてたから全然困ってはなかったけど、まあ違法っちゃ違法うん。やった。ボスもすごい俺たちの給料が全然ないってなっちゃって、すごい怒鳴ったり叫んだりうん。しちゃってた。暴れてたり。暴れてたり、うんしてたよ。オラーってショーヤーだ Don't, you can't break, you can't break, ハリハリハリ毎日言ってたからも私たちは、あ、こんなこと言われにオーストラリアに来たんじゃねえなってなっちゃって、そのボスがミーティングをしてたんです。ショーヤなんやねんそのフェイス What's ショーヤNo, all good. All good. Yeah. You don't wanna walk. Yeah. You don't wanna walk. Yes. You don't wanna walk. Yes. Oh, why I'm hungry? Do you know why I'm hungry? I don't know. I don't know. You don't know. Really, you don't know. Why you don't know? I don't know. Why? Fire is fine. Why is fine? You get out. You no time. あ、オッケーオッケーオッケー。はい。というわけで、私たちはクビになりました。クビになりました。はい。7月から、今年の7月から始まったばっかりの制度やから、今からもっといろんな、悪い点が、根掘り葉掘り、浮き彫りに根掘り葉掘り浮き彫り。なっていくと、また政府からいろいろ改善の案とかも出てくるやろうし、まあ、今はもうどっちも仕方ない。だから、これを知った上で、皆さんはファームに挑むべき。うん。そう。だから、いい情報も悪い情報もいっぱいインターネットに渦巻いてるけど、その情報は、ほんまかどうかも言ってみないとわからんし、その情報は大体古い可能性が結構高いので、まあ、この私たちの話、最新の9月のお話を知った上で、ファームに行くと、あ、これが聞いてたやつかってわかるかもしれない。まあ、このミニマム制度が嫌なら、もう最初から、このミニマム制度が始まる前から完璧に時給制だったファームに申し込んでいくべき。最初から時給制だったところやったら、ボスとかスーパーバイザーも時給制っていうのを理解した上で働いてる人のはずやから、こんな怒鳴ったりとかされることはないと思います。まあそれも言ってみないとわかんないから、結構ファームは賭けなところはある。どこの州とか、どこのエリアで、どこのボス、どこのオーナーとか結構言ってみる。そう、運なのはあるけど、そうですね。でまあ、これが完璧に大丈夫な可能性が非常に高いのが大手ファーム。大手ファームに申し込んだら、大体すぐに行けるわけじゃないんですよ。すぐに行けるファームっていうのは私たちみたいに秒でクビになるような人がいるから、いつも空いてる部屋が。だからいつでも行ける。で実際私たちが働いた1ヶ月の間で、8人くらい。同じチームでね。10人くらい。そう。チームも何個もあってね。そう、私たちが一緒にやってるファーム、ストロベリーのでっかいフィールドの中に3チームくらい、同じチームで来てる人たちが働いてたわけやけど、その3チームの中の私たちのチームの中から1ヶ月の間で10何人か辞めてった、反抗的な韓国人って見なされた人々のところ、グループとか、とヨーロッパ系の人たちとか結構辞めていってて、で私が見た情報やから、まあ人それぞれ考え方はあるやろうけど、アジア人が多いファームっていうのは、日本人とか韓国人は厳しい労働に慣れているし、移動する勇気とか挑戦心っていうのがあんまりない。どうせ移動しても同じかもしれないし、今よりもっと悪いかもしれないっていう考え方をしてしまうから、悪いファームでもずっとそこに居続ける。でもヨーロッパで働く人たちは自分のことを大切にしたい、自分は大切に扱われるべきだっていう考えを強く持ってる人が結構育った環境であるから、ひどい扱いを受けたら私はここではもう働かないとか、なんでそんなことを言うんだ、おかしいだろうで反抗したりするから、そのせいでヨーロッパの人は出ていきやすい。でアジア人は居残りやすい。だから悪いファームにはアジア人が多いっていうのをちょっと見たんですよ、どっかで。でそれには私もすごい共感したし、実際1ヶ月いて実感したから、そうだからまあアジア人が多かったり、日豪プレスとか、日本語でめっちゃ募集かけてるところは、まあ、そもそもが超悪徳ファームで給料すらもらえない詐欺ファームの可能性か、私たちのところみたいにちょっと環境が、まあ、悪くなってきちゃってて、アジア人が結構多いフ
ファームの可能性もあるから、こういうことも知っといたらいいかなと思います。はい。で、私たちはファームから一旦逃げて、現在サンシャインコースにやってきました。仕事を見つけて、しかもお家もつけることができました。クビになった1週間後に家を出なきゃいけない。金ない、仕事ない、家ない。大ピンチじゃないですか。でも、1週間でなんと私たちは家も仕事も見つけることができました。その1週間で家も仕事を見つけた方法は次回お話しいたしますので、次回の動画も見てね。はい。バイバーイ。